はい、どうもこんにちは。本日は車高調整式サスペンションを取り付けたいと思います。いよいよですね、こちらのワゴン R MH22S に購入してから2年と8ヶ月経ちまして、ようやく車高調を入れることになりました。なぜ車高調整式サスペンションを入れるかと言いますと、もちろん車高を下げたい。そして現在ですね、ダウンサスで車高が下がってるんですけれども、バネをカットして車高を下げてるんで、乗り心地が悪いんですね。なので、車高調整式サスペンションに交換して、そして硬かったりとかすれば、減衰調整がついてる車高調を買いましたので、調整してね、乗り心地をできるだけ良くして、なおかつ、ローダウンをね、実現したいと思いますので、ぜひ、車高調を入れようか考えている方は、おすすめの車高調も紹介したいと思いますので、ぜひ、最後までご視聴いただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、早速、車高調を組みたいと思うんですけども、マーブラックが今回選んだ車高調は、こちらのラルグス。何がいいかと言いますと、全長調整式、ピロアッパーが純正で採用されている、単頭式アブソーバー、減衰32段調整付き、そして低価格となっております。その理由で、今回こちらのね、車高調を買いました。早速ね、開封してみたいと思います。これマーブラック、開けてないんですよ、まだ。未開封なんです。っていうか、クリッパーだけのやめよう。こちら購入しますと、ラルグス車高調下取りキャンペーン書類在中ということで、今ついてる車高調の場合に関しましては、どんな車高調でも1万円で買い取るというキャンペーンをやります。そして、オープン、組み上がった状態になっています。新品ですよ。ちなみにですね、購入するにあたって、ワゴン R MH22S 用のは2ヶ月待ちました。こちらですよ。全長調整式。なおかつ、これが減衰32段調整。32段も硬さの調整ができるんです。へえ。これよりも安い車高調ってまだあるんですよ。うん。レーシングギアさんとか、いろいろあるんだけども、減衰調整が32段ついて、なおかつ、ここのピロアッパー。大体の低価格の車高調は、ここのアッパーマウントは純正のを使うのが多いんですよ。ラルグスさんのやつは、最初からこのピロアッパーを調整できるよ。それで、キャンバーボルトとかでね、キャンバーを調整するんではなくて、ピロアッパーの部分でキャンバーを調整できるようになってますので、そこがね、低価格の割にはちゃんとしっかりしてるのかなと思います。あとはダストブーツももちろんついてるし、結構塗装もね、しっかりされてるので。うん、綺麗だけど、しょっぱな傷つけるのは俺の仕事だから。そうですね。お約束です。はい。こちらがフロントのサスペンションとなってまして、こちらが後ろのバネとアジャスターシートですね。これで、ここの押さえてる土台のお皿を調整して、車高の高さを変更できる。それがフロント2本にリア2本と、それぞれついてます。よく低価格の車高調で、まだこれよりも安い車高調はあるんですけれども、先ほど言ったこのピロアッパーがついてなかったりとか、それでピロアッパーを後からつけるとなると、2万とか3万とかついちゃったりとかしちゃって、結局このラルグスさんの車高調を買うよりも高くなっちゃうんですよ。なので、それであれば、通常の相場がちょっと高めであったとしても、ラルグスさんの車高調を買った方が、マーブラ的には機能面的にも値段的にも一番いいんじゃないかなと思いまして購入しました。何よりラルグスさんでさらにいいのはアフターサービス。どこの車高調メーカーなんかもオーバーホールなんかできるって言われてるんですけども、ショップに問い合わせないと購入できなかったりとかなので結構煩わしいんです。車高調の各部の部品が分かってる人からしてみたら、アブソーバーだけ欲しいとか、そういう人なんかはヤフオクとかでアブソーバーを購入できたりするんですよ。なので非常に買い求めやすいっていうのがラルグスさんのアフターのメリットとなりますのでね、マーブラは非常におすすめです。そして付属品としまして、こちらのアッパーマウントの、ここのね、ボルトを外す用の六角レンチと、ドアシートを外す用の車高調レンチと、この2本が付いております。これが後ろのアブソーバーです。短いね。そしてリアのサスペンションは、ここが調整機能となってます。ハード、ソフト、こちらの2点で分かれております。取り付け終わるまで好き。はい、着きましたってやりたいんだけどね。
そしてですね、今回マーブラの車両は、ここのマーブラックスタジオってフラットじゃないって言ったじゃないですか。傾斜がかかってるって言ったんで、車高の調整が難しいんですよ。なので、じゃあ今回取り付けるにあたってどうするかと言いますと、今の場所での今の状態の車高を各タイヤ調べます。そして、測って計測したのをメモしておいて、取り付けが終わった後に車高を計測してみて、その誤差をさらにもう一回ジャッキを上げて調整するという流れでやりたいと思います。そうすれば、アライメントのズレも少ないし、車高もそのまんま維持できると。理論的にはね。はい。はい。頑張って。これが付属されている内容となっております。はい、それではまずは、ジャッキアップしたいと思います。先に測んなくていいの？測ります。おい忘れてましさっきの本当に。た。そしたら、起点はどこよ？ホイールの真ん中、55.5。雑。右後ろ。55、55.3、56.5。左右対称じゃないのがよくわかるでしょ。1センチ違うし、こっちも3ミリ違います。重たい人が乗ってるからだよ。道路がたわんでるから、車高合うわけがないんですよ。なので、これをね、元にしてやっていきたいと思います。はい、じゃあ次タイヤ外したいと思います。外した時なんかに、外した部品なんかのチェックとかね、しとくといいと思います。これ上のね、ボルトだけ、チャンバーボルト入れてるんですよ。それだから、ずらしちゃいけないんですよ。ここも測らなきゃ。1.2 か1です。0.5。これ多分ね、道路が傾斜になってるからと思います。おそらくね。はい、じゃあ、はい。外していきたいと思います。ABS センサーが10ミリ。そしてブレーキホースが12ミリ。そして、上ですね。アッパーマウント。これで全部のサスペンションに関わるボルトは全部緩めました。これから外します。ボルトが外れました。あとは、これを、よいしょ。はい、これで取れました。はい。懐かしいね、このダウンサスのバネ交換したのもね。はい、これでね、交換したいと思います。これで、とりあえず、今、プリロードかかってない状態で、ロックされてます。後ほどね、ボルトの緩みとかがないか、ちゃんとチェックして、それでやりたいと思うんですけども、とりあえずは、今この状態で取り付けをしたいと思います。まずは、上から通します。上さえつけてれば、あと押さえる必要はない。これで、さっき見た 1.2 度をすると。うん、こんなもんかな。本締めするときにずれるんで、気をつけて。あ、ずれた。ずれました。お、ちょうど 1.1 だ。じゃあこれで本締めしていこう。捨てろよ。1.1 だよ、ほで、1じゃねえか、2じゃねえか、こんなの。ら。最初 1.1 と 1.2 だった。まあ、おおむね。いや、適当じゃないよ。ちゃんと考えた結果で。完了です。あと上を閉めて、OK。とりあえず、これで取り付けは完了したので、こっちに関してはタイヤをつけるのと、あと反対側は同様の作業となりますので、フロントに関してはスキップしたいと思います。ということでですね、無事、フロントは取り付けの方完了しましたので、一回ね、車高を落としてどんな具合なのかっていうのを見てみたいと思います。はい、下ろします。これで、今スロープに乗っかってるんで、これでちょっと下ろして、それでどんな塩梅かっていうのをちょっと見てみたいと思います。これ車高上がっちゃったんじゃない？うん、いいじゃん、上がってて。タイヤ知らないから。上がってるね。上がってていいじゃん。上がってるね。いいじゃん、上がってて。もう段差なんか怖くないよ。上がっちゃったね。車高上がっちゃいました。とりあえず、今この段階で結構なんで、
これだと、上がっていいじゃねえかよって思いがちなんだけども、これアライメントずれちゃうんで、なので、元の車高には後ほど戻します。今は、後ろのね、アブソーバーとバネを交換したいと。後ろは基本的には、一斉にバネとアブソーバーを交換するような形になるので、まあ、それでね、実際に作業に取り行いたいと思います。とりあえず、後ろも上げて、作業かかれますので、また同じくオイル外して、アブソーバーとバネを外していきたいと思います。後ろはね、フロントとは形状が違うので、またちょっと外し方が異なります。やっぱ前の方が大変なんでしょ、これは。交換自体はそんな大変じゃないんだけど、車高を調整するときは、後ろの方が面倒っちゃ面倒です。取り付けは前の方が大変。まあ、一個一個だしね。後ろは一斉にできるから、作業自体は早いんだけど、車高を調整するときだけのときは、フロントはついてる状態で調整できるんですよ。だけど、後ろは一回バネを外して、アジャスターを調整しなきゃいけないんで、それが面倒です。後ろは一斉にやる感じなんで、それなので、あっち行ったりこっち行ったりします。タイヤ外しました。そうしましたら今度は、バネとアブソーバーを交換したいと思います。最初は、順序的には、ここのアブソーバーの下のアンカーボルト、緩めて外して、両方外すと、アクセルシャフトがダラーンと下に落ちるんで、そうすると、ここのバネが、スペースができるんで、取り外せるような状態になります。その要領でやっていきたいと思います。下は17ミリですね。そしたら、ジャッキで軽く上に上げてあげると、緩みます。そうすると、これが、ビヨーンとアクセルシャフトがほら、落ちてくるでしょ、そうするとこうやって隙間ができるんですよ。そうすることによって、ここのバネが、こうやって外せるんですよ、簡単に。反対側も同様にやっていきたいと思います。そしたら今度は、ここのアブソーバーの上のボルトをね、外したいと思います。17ミリです。裏側に入ってます。裏側を押さえながら、M さんが雨の日に走り回っちゃうから、砂利噛み込んで、ボルトが硬くなっちゃう。人のせいですか、また。だから雨の日走んないでください。いや、仕事どうやっていくんですか。はい、緩みました。後ろのナットが緩むと、ここのボルトを引っこ抜けば、長いんだ。で、外せます。このショックがまだ生きてるのかどうか。まだ戻りますね。さすが茅場です。耐久性抜群でございます。じゃあこれもね、もう片方反対側も取りたいと思います。ということで、アブソーバー外したんで、バネも外しちゃいます。バネ？違う。バネは外して。バネ外してやる。なので、バネを入れたいと思います。ここに入れるだけです。車外のバネは純正よりも短いんで、もう簡単にこれ乗っけるだけです。これであとは反対側もつけた状態でアブソーバーをつなぎ合わせれば OK と。車高調整今、出荷時の状態でセッティングされてますんで、実際の車高を測ってみて、一回計測して誤差で調整するというような感じなので、今は出荷時の状態で取り付けをしたいと思います。これがアブソーバーです。これを刺して、反対側も刺します。はい、これで裏側のナットも仮止めします。そうしたら、今このチューブラリンの状態で、アクセルシャフトをジャッキで上に上げます。それでここの下のアブソーバーのボルトの穴とアクセルシャフト側の穴、これが重なる位置までジャッキでアクセルを持ち上げたいと思います。その時は、ここのバネがバンプラパーに干渉する時とかあるんで、それを見ながらね、上げていきたいと思います。大丈夫？穴が重なったらボルトを通してナットをまた同じく仮締めします。このラベルがね、ちゃんと表に見えるようにするのもポイントです。そしたらこれでホイールをつけてジャッキを下ろして車高をね、見てみたいと思います。ベッタベタじゃねこれ。だいぶ後ろ下がるよこれ。バネが短いから、これ車高もそんな上げらんねえからな。とりあえずこれで測定してみて、どれぐらい上げなきゃいけないのか。見た感じで、前は下げて、後ろは上げる。これね、後ろはアクセルシャフトが入ってる影響で、こんだけ差異ができちゃうんだと。純正比よりアクセルシャフトだけで40ミリ下がるようになってるんで、その影響だと思います。すごい被ってるけど、これ大丈夫？穴開いちゃうんじゃない？だからこれ傾斜かかってる。これで落としてみて、果たしてどうなるか見てみたいと思います。これで、ちょっと前後して、サスペンションを馴染ませて、それで車高を測りたいと思います。
はい、それでは計測してみましょう。右前です。こちらは先ほど 55.5 センチありました。出ました。58センチです。続いて右後ろ。52.8 です。今度は助手席後ろです。52.3 ですね。左前の 58.5 です。ということで、右前はプラス 2.5 センチ、右後ろはマイナス 2.2 センチ、左後ろがマイナス3センチ、左前がプラス2センチと。前は上がって、後ろは下がってと。これをね、調整したいと思います。はい、ここで1点お知らせです。マーブラックスタジオでは、視聴者さんの整備、カスタム、作業、洗車、その作業を引き受けております。こんなステルス YouTuber だから信用できないかもしれませんが、車を大事にする気持ちは大きいと思いますので、ぜひ、マーブラックスタジオにね、遊びに来がてら、遠方の方でも、送っていただいても結構です。ワンオフマフラーや整備関係の作業、または塗装とか、そういう基本的にオールマイティな作業を引き受けております。ぜひですね、マーブラにやらせてみようかっていう方がいらっしゃいましたら、概要欄の方をご覧になってご一報いただければと思います。ということで、マーブラックはみんなが乗りたくなるような車作りをコンセプトとして動画を配信しておりますので、ぜひともご依頼いただければと思います。それでは本編へ参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、お疲れ様でございます。M さんも暑い中お疲れ様でした。お疲れ様です。とりあえずですね、車高調整しました。しかし、できるだけ調整してみたんですけれども、右前がプラス 0.5 センチ上がって、左前がプラス 0.8 センチ上がって、右後ろがマイナス 2.1 センチ下がって、左後ろがマイナス 1.9 センチ下がったと。これが限界となりました。それと同時に乗り心地、どう変わったのかっていうのを M さんと一緒に体感してみたいと思います。それでは参りましょう。今、減衰は32段中、真ん中の16段です。揺れるは揺れるよ、もちろん車高調だから。ストロークも減っちゃってるから。あと、アライメントも実際ずれてるっていうのもあるんで、M さんには乗り心地をどうなのかっていうのを。乗り心地前ガタ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 してたじゃん。ガタ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 してた。今はどう？ちょっと優しくなったかも。ちょっとマイルドになった感じしない？そうね、気持ちね。まずゴトゴト音なくなったね。ブッシュとかのゴトゴト音っていうよりも突き上げる感じのゴトゴト音、それがなくなったね。もっと乗り心地よくしたいんだったら減衰をもうちょっと柔らかくすることもできるし、ガタンガタンがゴトゴトって感じになったでしょ。アライメントちゃんと取って車高もちゃんと理想のところにすればだいぶ乗り心地が良くなると思います。はい、ということで後日車高調整してサイドスリップの調整、これをしてまっすぐ走るようにしたいなと思います。明日やろうかなと思います。いよいよマーブラックの車両も車高調になりました。購入して2年8ヶ月、やはりね、車高の低さは知能の低さということで、昔流行った言葉があるんですよ。知らない。ごめん、そんな世界にいなかった。ああ、そっかそっか。そういうことで車高をね調整して、これから18インチを収めると。いや、入らねえよ、どう見たってまだね、キャンバーを調整する余裕があるんですよ。収まらなかったら最悪ミーティングの時は17インチで行くような感じにはなるけども、収められるかね、チャレンジしてみて、やれるだけやってみたいと思います。乗り心地はどうだった？乗り心地ぽよぽよしてたけど、改善はされたと思う？多少。これね、まだ硬さが真ん中なんですよ。32段中の真ん中なので柔らかくもできます。ただマーブラの車両に関しては17インチホイールっていうのをフェンダーツラツラで履かせるので、あんまり柔らかくさせてストロークをしっかりさせるようにしちゃうとボディに干渉しちゃうっていう可能性もありますので、おそらく今の段階だったら干渉することはないと思うんだけども、バランスのいいところの硬さをね見つけていきたいと思います。ということで、ぜひね、車高調を考えている方がいらっしゃいましたらラルグスがおすすめでございますので、本日別に企業案件ではございません。今までマーブラが使ってきた車高調のメーカーって5社ぐらいあるんですよ。ただその5社ぐらいの中で一番アフターサービスとか元々の機能とかそこら辺なんかを踏まえて一番良かったのが、マーブラ的にはラルグスがいいかなと思いましたので、車高調の購入を考えられている方は参考材料にいかがかなと思います。ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。高評価やコメント、または他の動画が気になるという方はですね、チャンネル登録をしていただければと思います。これでマーブラックのワゴン R MH22S FTS リミテッドもバージョンアップということになりましたので、ぜひミーティングの方も楽しみにしていただければと思います。それでは最後にマーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？
マーブラじゃんけんじゃんけんぽいということで、マーブラはパーでございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。